はい、どうも皆さんこんにちは、私です。報告がちょっと遅くなっちゃったんですけれども、モントークの跡地の VA というカフェ、ショップに行ってきて購入したものをですね、今から紹介していこうかなと思います。本当は純のショッパーじゃなくて、VA は VA 専用の黒いショッパーがあるんですけども、それに入りきんなかったからなのか、私はこの純の大きいショッパーに入れて渡されました。なのでちょっと買いすぎだったんですかね。長い動画になるかもしれないんですけれども、お付き合いいただければいいかなと思います。はい。これがまず1点目ですね。LL ビーンのボート&トートっていうキャンバス地のトートバッグになります。ショップの映像で見てもらった時にも壁際にいっぱい置いてあったと思うんですけれども、その中の一つのタイプを購入しました。L サイズだとちょっと大きすぎてアウトドア用っていう感じがすごいしてしまったので、普段使いするんだったら、M サイズぐらいがちょうどいいかなと思って M にしました。これはですね、インラインで出ている普通のボート&トートっていうものにプリントをしたっていうだけなんですよね。ただそのプリントが裏面にしてあるんですよね。インサイドアウトになっているっていうアイテムになってます。私はですね、せっかくコラボレーションアイテムならということで、このオールブラックを購入したんですよね。なので、ボート&トート特有のきなり色と青とか赤とか黄色とか緑、持ち手がついているっていう特徴的な見た目とは違って、全部真っ黒になっているっていうアイテムですね。ただ、生地が同じ黒でも違うんですよね。同色異素材で黒なんですけれども違う素材を使っているっていうことで、使っているうちに色の落ち方とかが変わってきて、同じ黒なんですけれども風合いの違う黒に育ってくれるんじゃないのかなっていう、それを狙ってみたアイテムになります。この白のプリントも多分使ってるうちに薄汚れて剥げてきたりすると思うので、ちょっとどういう経年変化をしていくのかっていうのが、楽しみなアイテムですね。お値段はですね、普通のインラインのものよりもちょっとお高くてですね、17,600円ですね。普通のインラインで同じものを買おうとすると1万円ちょっとぐらいで買えると思うので、コラボレーション価格にはなっているのかなと思います。このお値段のタグとかがこれ全部トランプの柄になってるんですよね。で、一個一個ついてるその数字が違うので、このトランプも集めたりできちゃうかもしれないですね。面白いなと思います。はい、2点目はですね、また LLB のトートバッグになります。さっきとはちょっと大きさが違って、タイプも違うもので、ボート&トートではなくて、グロサリートートっていうちょっと薄手のキャンバス地のものになってますね。ボート&トートが、アウトドアで氷とかを入れるように作られたのに対して、これはですね、グロサリートートっていうくらいなんで、本当に日用品というか、スーパーとかに行ってガバッといろんなものをですね、入れて使えるっていうアイテムですね。LL ビーンの刺繍は内側についてますね。グロサリートートはワンサイズ展開でかなり大きめなので、ボート&トートで M サイズちょっと小ぶりなサイズ感だったのに対して、大きめに何か使いたい場合はこのグロサリートートを使おうかなと思って、2種類を使い分けようということでこれを購入しました。このグロサリートートの特徴はボート&トートに比べて少し薄手で使いやすくて、畳んでちっちゃくできるっていうのもあるんですけれども、このですね、内側が撥水生地になってるんですよね。汚れとかがついてもすぐ洗い落とせるような、それこそ本当に土汚れのついた野菜とかを入れて持ち運ぶのに使えるように、そういうちょっと撥水された生地になっているっていうのが特徴ですね。ただこの VA コラボだとインサイドアウトでその撥水素材が外側に出ているので、雨の日とかでも結構弾いて染みてこないですよっていう、そういうアイテムになってるのかなと思います。で、トランプの柄もさっきとは全然違いますよね。ただお値段は普通のインラインのグロサリートートよりもちょっとお高めになってますね。インラインで買うと5000円ぐらいで買えちゃうと思うので、そこはやっぱりこれもコラボレーションアイテムのお値段なのかなという感じがします。で、色は私はこれオリーブカラーを選びました。これ黒もあったんですけど、黒は黒地に黒のプリントだったんですよね。黒地に黒が結構目立たないというか分かりにくいプリントだったので、せっかくこのインサイドアウトのものを買うんだったら分かりやすい方がいいかなと思ってこのオリーブにしました。あとはグレーカラーもあったらしいんですけど、私が入った段階でグレーは完売してたので、このオリーブが少し残っていたのでこれ変えてよかったかなと思います。さっきのボート&トートとちょっと並べてみますか。はい、2つ並べてみました。こっちの方がしっかり立っていて生地感の違いも分かりやすいのかなと思います。
でサイズ感もですね M の方が小ぶりで、グロサリートートはかなり横に広くなっているのがわかるかなと思います。持ち手の部分もですね全然違いますよね。こっちで黒買ったんで、こっちは黒じゃなくて別のカラーでいい感じに使い分けられるなと思って、我ながらいいチョイスをしたんじゃないのかなと思っています。初めての LL ビーンっていうことで、前々からですね結構気にはなっていたんですよね。 LL ビーンというブランド、系統がちょっと違ったりするので手を出せないでいたんですよね。そんな中で今回コラボレーションということでこういうアイテムが出てくれたので、いいきっかけとして購入できたのかなと思います。私はですねヴィンテージがどうとかいうよりも現行品を自分で買って育てていくみたいな方が好きなので、これからですねこの子たちをガンガン使って育てていこうかなと思います。はい、3点目はですね、皆さんが一番気になっていたであろう VA コラボのコンバースですね。箱は緑色になっていて、インソールも緑色になってますね。これが VA のイメージカラーなんでしょうか。でデザインはですね、これ藤原宏さんが以前オンクレールとコラボした時のデザインを、日本版でも出してくれているっていう感じなんですかね。このサイドのステッチはですね、内側にこういうネームタグがついているので、それがこっち側に出てきてますよっていうデザインですね。でサイドにはこの VA コラボのコンバースの品番とかですね、そういうのが書いてあります。でかかとはオールスターの黒いテープになっていて、フラグメントのマークとこの VA のマークがついてますね。かかとを引っ張るためにちょっとピョロって飛び出ているデザインになってますね。そのぐらいかな。インソールはですね取り外せたりはしないですね。のり付けされちゃっている、このまま履いてくださいっていう感じのタイプになってます。あとこのアッパーのキャンバス地なんですけど、結構ね薄手だと思います。あんまり厚めのゴワゴワした生地っていうよりも柔らかめの履きやすい感じの生地になっているのかなと思います。ちなみにソール裏の色はですねこんな感じになってますね。隣に私が普段使っている CT70 を置いてみたんですけれども、色味が結構違って見えますよね。こっちの CT70 は普段履いてるので薄汚れているっていうのもあると思うんですけど、日本のコンバースだからなのかちょっと赤みの強い茶色のゴムになっているような気がします。普段私日本のコンバースこのソールのもの持ってないので、日本のコンバース全部がこれなのかはちょっとわかんないんですけれども、微妙にゴムの色は違っているのかなという感じがしますね。一応替え紐もついていて、今ですね左右でちょっと別々のをつけているんですけれども、こっちがちょっと細身のタイプになっていて、こっちはですねちょっと太めのタイプをつけてます。多分両方ともコットンっぽい感じの生地になってますね。この辺のこだわりがさすが藤原宏さんだなっていう感じがします。サイズ感とかはですね普通の日本のコンバースと変わらないので、特に変えたりする必要もないと思います。いつも履いている日本のオールスターのコンバースと同じサイズ感になっているかなと思います。もしかしたら今後も普通に買えるようになっていくのかなという気はしますね。オンライン販売とかもありそうな感じなので、今焦ってプレネとかで買わない方がいいんじゃないのかなという気はします。とりあえず私は無事に購入できてよかったなと思います。はい、あとはですね、今回買ったこれと似ているものとして、半年ぐらい前に買ったこのダブレットコラボの、ジャックパーセルオールスターっていうのがあるんですけれども、ちょっとこのテープの色とかがですね黒なので似ているかなとは思うんですけど、実際に横に並べてみると全然違うアイテムだなっていうのがわかるかと思います。ハトメの感覚とかも全然違いますし、あとはですね大きさもですねダブレットの方が大きく見えるんですけれども、これはその厚底分でちょっとそういう風に見えているだけという感じですね。テープの感じとかはですね、こっちはちょっとマットな感じの黒で、こっちはもうすごく光沢があるテープになっているかなと思います。似てはいるんですけれども、その使い方というかテイストはちょっと違うと思うので、うまいこと履き分けられるかなと思います。こっちの方が普段使いに
全然日常的に使えるかなと思います。こっちはちょっとボリュームがあるので、軽く主張したい時とかに合わせてあげるのがいいのかなという感じですね。ということで、私が持っている似たような白黒コンバースをちょっと並べてみました。リックの CT と普通の CT、これはハイカットですね。で、ダブレットの、ジャック・パーセルオールスターローカットと、今回の、VA コラボのオールスターローカットですね。似てはいるんですけれども、それぞれちょっとずつ違いがあるので、うまいこと履き分けられるかなと思ってます。結構いいですよね、これ。集め方的にもなかなかいい感じのバランスで集められてるんじゃないのかなと思ってます。じゃあ次行きますか。はい、4点目と5点目一緒に見せちゃうんですけれども、アニエス・ベイとフラグメントがコラボしたバリウスアーティスト限定の T シャツとキャップですかね。特製の手書き風の文字のロゴになってます。キャップの方はこれ表がバリウスアーティストのフラグメントってなってるんですけど、後ろにこのアニエス・ベイのロゴが入ってます。でこれワンサイズ展開ですね。お値段が1万円ぐらいで結構安くて手に取りやすい価格なのかなと思います。このキャップはですね、このロゴが前後逆になっているバージョンのタイプも売ってましたね。アニエス・ベイが前になっていて、このフラグメントのロゴが後ろについているっていうタイプも売ってたんですけど、前にフラグメントって書いてあるタイプのキャップが私が入店した時に残り 2,3 個ぐらいだったかな。今置いてあるだけしかないですって言われて、じゃあこれ展示品でいいのでくださいっていうことでラス1ラス2ぐらいをゲットできたっていうアイテムですね。こっちの方が多分ちょっと人気が高かったんじゃないのかなと思います。コンバースの次ぐらいに狙っていたので、これ無事に購入できてよかったですね。T シャツの方もアニエス・ベイのタグになっていて、XL が一番大きいのかな。よくある T シャツのサイズ感と同じぐらいだと思います。で、お値段がこちらもですね、1万円ぐらいなので、すごく手に取りやすいアイテムだったなと思います。本当にシンプルで、ロゴがポンって入っているだけなので、記念としてはいいのかなと思います。フラグメントって入っていて、このバリウスアーティストも結構可愛いなと思って購入しました。このサイドにタグがついているのが結構おしゃれだなと思います。タックインして着た時にウエストの横にピョロッと出てくれるっていう感じの計算になっているのかなと思います。はい、次はですね、動画の中でも買うって言っていたパックマンコラボの細々とした商品ですね。何個目ってちょっと数えるのめんどくさくなっちゃったんで、一式見てもらおうかなと思います。このクッションがですね、めちゃくちゃ可愛いと思います。これですね、こんだけ大きくて、この子ね、5、6千円ぐらいですごく安いんですよね。なので、VA に行った方は、これ買ってるんじゃないかな、みんな。どうなんだろう。あんまりこういうぬいぐるみとかを買う大人って少ないのかな。私は全然すごいこういう可愛いもの好きなんで、絶対買おうと思って即買いを決めたんですけども、開けてみるとですね、結構平べったい作りになってますね。座布団なのかな。中はこうシャリシャリした素材が入っている感じですね。結構触り心地も良くて、これは絶対買った方がいいと思いますけどね。これはですね、さすがにコラボレーション商品なので、定番でずっと置いているっていうよりかは、最初だけ、今あるだけ売り切れたらもう再入荷とかはしないんじゃないのかなと思います。なので、もしお店に行ってあったら、持って帰ってあげるのがいいんじゃないのかなと思います。みんなもですね、お迎えして一緒にこれ飾っていきましょうっていう感じですね。じゃあ次。はい、次はですね、これもショップで見てもらった5つセットのキーホルダーですね。5匹が、セットになって販売されていました。ちょっと1匹だけ取って出してみると、よいしょ、こんな感じですね。普通のプラスチックの簡単なカラビナみたいなのがついていて、本当にちっちゃいぬいぐるみみたいな、側面には何かこうゴースト、フラグメント、バンダイって書いてありますね。本当に可愛らしいキーホルダーっていう感じなので、これもですね、5000円ぐらいだったかな、買いだと思います。すごく安いので。特にこれはですね、5匹並べて飾っておいても、可愛いと思うんですけれども、仲のいい人とかで1個ずつ分け合って、お揃いにしてつけても可愛いんじゃないのかなと思います。
私はねこの黒だけ欲しかったので、この黒はつけていこうかなと思います。他の子はねなんか友達とかにあげてもいいかなとは思うんですが、全部つけたらちょっと派手ですよね。あとはつけるあれによって、黒い服とかの時はこれをつけてあげて、赤い服の時とかはこの子をつけてあげるとか、コーディネートとか使っているバッグとかそれによって変えてあげるのがいいのかなと思います。もし VA に行って見つけた方はこれも買っておいた方がいいんじゃないのかなと思います。ちなみにお尻の部分はですねみんな黒になってますね。はい、次はですねこのレザーチャームも購入しました。結構これは箱に入っていて高級なチャームっていう感じの扱いでしたね。それでもこれで8000円ぐらいだったと思います。すごく安いのでこれも多分買っている方多いんじゃないのかなと思います。取り出してみるとここまで長くはないですね。紐の長さもこれは本当バッグの持ち手とか見にくいかこのぐらいの長さなので、本当バッグの持ち手とかにつけてあげるのがいいんじゃないのかなと思いますね。質感は本当プニプニもちもちしている感じですね。多分ねこれラムレザーだと思います。すごく柔らかくて簡単な作りではあるんですけれども、どっかに素材書いてないかな。書いてないか。書いてありますね。ラムレザーですね。本体通知の皮って書いてあるんで、これはねラムレザー製の、キーホルダーになってますね。これもですね多分みんな買ってるんじゃないのかな。こんなのねいくつあっても困らないですし、8000円なのでね。確かアニエスベイからもちょっとしたレザーチャーム出てるんですけど、アニエスベイコラボの方はちょっとお高いんですよね。15000円ぐらいしちゃうのかな。そんなに高いんだと思って、でこっちも高いのかなと思って聞いてみたら8000円ですって言われたんで、これは即買いですよね。売り切れちゃってるのかな。再入荷とかしてくれればいいと思うんですけれども、これもバッグにつけていこうかなと思います。はい、次もですねキーホルダーですね。アクリル製のものになります。ショップ巡りの時はこの赤、黄色、青のやつしか映ってなかったと思うんですけれども、黒と黄色のやつもありますね。こっちの方がフラグメントコラボ感は出ているのかなと思います。これは本当によくあるアクリルキーホルダーっていう感じで、お値段もめちゃくちゃ安いんですよね。1000円ちょっとなので、これもとりあえず買っているっていう方が多いんじゃないのかな。これも一緒にまとめてつけていこうかなと思います。めちゃくちゃ可愛いですよね。で、ラストがこの T シャツですね。結局、この刺繍 T シャツも可愛くて買っちゃいました。サイズは XL で、お値段もですね、安いんですよね。7700円なので、この T シャツはですね、すごくリーズナブルなお値段かなと思います。ボディがちょっとありものを使ってるのかな。パックマンコラボ全体的に安いなっていうイメージだったので、これも勢いでちょっと買っちゃったっていう感じですね。結構可愛らしい系のアイテムなんで、めちゃくちゃ決めて着るっていうよりかは、日常的にこうさらっと、部屋着とかなのかなで着てあげるっていう感じのアイテムになるのかなと思います。前にこの刺繍が入ってるんですけど、それだけじゃなくて背中の方にもこのフラグメントっていうパックマン仕様のフォントで入ってるんですよね。これもあるからちょっと記念にいいかなと思って購入したんですよね。で袖のところにもこのフラグメントのタグがついているので、これが7700円はね安いと思います。この T シャツはですね何種類かいろんな絵柄があったりしたので全然余っているかな。これも私からすると結構おすすめのアイテムなのかなと思います。ちょっと前にシュプリームがたまごっちとコラボしてちっちゃいたまごっちがここにプリントされているっていうだけの T シャツとか出ていたと思うんですけど、そんな感じのニュアンスで着ていってあげたらいいんじゃないのかなと思います。次ですね、これはあんまり紹介してなかったんですけれども VA のコラボレーションプリントがされたビクトリノックスっていうマルチツールっていうんですかね、キャンプとかで使えるようなナイフとか栓抜きとかいろんなものがついているっていうツールですね。これもですねすごく安かったんですよね。4950円なので本当にインラインのビクトリノックスのマルチツールとそんなにお値段は変わらないので、記念にいいかなと思います。あんまり私触れてないんですけど結構アウトドアとかも興味があって、こういうツール1本持ってたらいいなと思っていたのでちょっとタイミング良かったですね。これはですねレジ前に置いてあったのでもしかしたら全然これまだ余ってると思いますね。こんな感じですね。これが大きめのナイフでこれが缶切りなのかな、これがマイナスドライバーなのかな。ちっちゃめのナイフに、これが、ワインのコルク抜きと
これは何だろうな、これもナイフみたいな感じで、あとはここになんか爪楊枝みたいなのが収納されてるんですよね。こんな感じで、後ろ側ですね、後ろ側のここにも収納されていて、これは、ピンセットですね。ピンセットもここに収納できるようになってますね。っていう感じで、かなりいろんなツールがついている使いやすいアイテムなんじゃないのかなと思います。最後はですね、ビニール傘ですね。お値段もですね、1000円ちょっとなので、色かけとかはもしかしたらあるかもしれないんですけど、定番で置いて作っているようなアイテムになるんじゃないのかなと思います。急な雨の日とか、コンビニに入って普通のビニール傘を買うぐらいだったら、VA に入ってちょっとおしゃれなビニール傘を買うのがいいのかなと思います。黒以外にも透明の色と赤と緑と青があったかなと思います。私は使いやすそうな黒を購入しました。ちょっと開けてみますか。はい、開けてみました。ここにロゴが入っているのと、あとは反対側ですね。バリースアーティストの VA っていうのが入っているっていう、本当にシンプルな黒いビニール傘ですね。そんなに高いものでもないので、何本か買っちゃってもいいのかなと思います。ビニール傘って結構すぐ壊れたり、なくしたり、はたまた盗まれたりとかもあると思うので、こういうちょっと派手なビニール傘って盗まれにくいと思うので、ちょっと色付きはおすすめかなと思います。はい、ということで、これで全部紹介できたんじゃないのかなと思います。忘れてるものないかな。結構ですね、買っちゃいましたよね。でもこれだけ買っても10万円ぐらいかな。友人の分の差し引いたら多分10万円ぐらいなんですよね。いっぱい買っても全体的に一個一個は安いので、そんなに金額はいかなかったかなという感じで、すごくですね、満足度が高いですね。ちょっと投稿が遅くなっちゃったんですけれども、気になっていた方はですね、私のこの動画を見て VA に行った時に何を買おうかなっていうのを検討してみていただければいいのかなと思います。実際に行ってみると、私が紹介した以上にいろんな商品がいっぱいあるので、かなり楽しいと思います。そんなところでちょっと長くなっちゃうと思うので、今日はこのぐらいで失礼しようかなと思います。ではまた。